本日の動画は喉の詰まり、違和感、いわゆるヒステリー級の改善方法についてお伝えいたします。この喉の詰まり感、違和感という症状、実はこれ結構根が深いと私は考えています。なぜなら自律神経失調症、うつ、パニック障害、不安症、不眠症など、これらでお悩みのあなたは病院に行き、この辛い症状を訴えていろいろ検査をしてもらったと思います。しかし異常はありませんと言われたと思います。何かしらの異常があるから体はそのサインとして症状を使って知らせているのに異常はありません、どこも悪いとこはありませんみたいに言われるのは何とも言えない気持ちになったと思います。あなたはこのような症状があるけれども、今の病院の検査では原因を特定することができません。それならまだ誠意ある答えだと思うのは私だけでしょうか。ただ異常はないですねだけでは患者さん側としてはなんかおかしなことを言ってるみたいな感じになられたかもしれません。で、私は先ほど何かしらの異常があるから体はサインとして症状を使って知らせていると言いましたが、ではこの原因は一体何なのか、どうすれば改善できるのか。こんにちは、大阪の野村整骨院の野村明夫です。あらかじめお伝えしておきますが、今回お話しする内容はこれまでのような首のストレッチで外から喉にアプローチする方法ではありません。確かにこれはこれで喉の詰まり感、違和感に対して有効な方法です。ですが本日お伝えする内容は喉の内側から症状が出ている場所にピンポイントに直接アプローチする方法になります。さらにこの方法はまだ誰も話していない、私も初めて公開するとても貴重な内容になります。ぜひ最後までご覧いただきご活用ください。それでは行きましょう。早速この内側から喉の詰まり感、違和感にアプローチする方法を紹介したいのですが、その前になぜこの方法がそんなに効果があるのか、どのような仕組みで改善されるのかについてお話しします。そんな説明はいいから早く方法だけ教えてよというお気持ちはあると思います。しかしながらこれを知った上で行っていただかないと効果が半減してしまいます。でも反対にこれを知った上で実践していただくことで効率よく短期間で効果が期待できます。どこにどのようにアプローチするのかを知っていただくことでその効果が倍増するんです。よろしいですか？それでは先に進みます。冒頭で何かしらの異常があるから体はサインとしてその症状を使って知らせているとお伝えしましたが、ではこの喉の詰まり感、違和感、ヒステリー級の原因は一体何なのか。自律神経が乱れることで自律神経失調症となり、さらにそれが進むとうつ、パニック障害、不安症などに発展すると私は考えています。そしてこれらの症状の原因はストレスを体に溜め続けることによって起こっています。これはいつも私の動画を見られている方はもうご存知と思いますが、ここで重要なのはストレスが原因ではないということです。何度も言いますが、ストレスを体に溜め続けることが原因です。この2つは似ているようで全然違うんです。なぜならストレス自体を原因と考えてしまうと、このストレス自体を何とかしようとしてしまいます。一般的に言われるストレスとは言葉を変えれば環境のことで、生活環境、職場の環境、家庭環境、これらは自分ではコントロールできないものが多く、できるとしても非常に難しく時間のかかるものばかりで負のスパイラルに陥ってしまう可能性があります。ですがストレスを体に溜め続けることが原因と理解すると、体に溜まったストレスを解消することは環境を変えるよりかは容易に自分自身でコントロールできますので、この差は歴然と思います。ではここまでの話を踏まえて、この喉の詰まり感、違和感の原因について考えていきましょう。この体に溜まり続けるストレスをもう少し詳しく見ていきましょう。それは言いたいことが言えていない、言いたいことを我慢しているという状態が積み重なり、このような症状が現れている場合がほとんどです。いや結構私言いたいこと言っているよと思っている方が中にはおられるかもしれません。しかしそのように思っているあなたが一番危険かもしれません。なぜならその人にとってしっかりと言い切れているか我慢していないかということが重要になってくるからです。で、この喉ですね、首の構造というのは非常に複雑で、ちょっとトルソープもありますね。で、
この細いところに口から喉、食道を通って胃につながる部分と、そして空気の通り道ですね、呼吸に使われる部分と、そしてこの甲状軟骨というものを使って発声ですね、声を出すという3つの役割があります。はい、ありがとうね。で、先ほど原因で言いたいことが言えていない、言いたいことを我慢しているとお伝えしましたが、これはこの喉の部分で感情のエネルギー、怒りや悲しみ、恐怖や不安などの感情を表現できずに我慢している。この感情のエネルギー、パワー、力、呼び方は何でもいいんですけども、これらのエネルギーをブロック、止めているのがこの喉の部分になります。このエネルギーのブロック、止める役割をしているのが咽頭収縮筋なんですが、もう一つ発声に関わっている重要な部分があります。それが、もう一回ごめんね。それがこの甲状軟骨、喉仏と呼ばれているところです。ここでもブロックしているんですね。で、本日はこの甲状軟骨に直接アプローチしていきます。では実際に行っていくんですけども、どのようにして行うのか。それはうがいを使います。うがいと思われたかもしれませんが、ちょっと特殊なうがいを使います。あーとうーとうんを言いながら行っていただきます。この3つを3秒間ずつ行っていただくんですけども、で、このあーとうーとうんなんですけども、実はこれその人によって一番効果がある音というのがあるんです。ですから最初はこの3つを行っていただいて、慣れてくるとどれが一番効果があるのか、なんとなくこれが一番スッキリするな、これが効果があるなというのが分かってくると思いますので、それが分かるとそのあーかうーかうんのどれか一つだけで構いません。最初はこの3つを試していただいてですね、でその一番ご自身の効果があるものを見つけていただいて、あとはそれを続けていただくだけです。でこれ最初は3秒ずつとお話ししましたけど、で慣れてくるとこの秒数とか回数というのはあまりこだわらなくても大丈夫です。あと注意点なんですけども、これを初めて行うと結構咳が出るんです。で咳もその言いたいことが言えていないの代償作用になりますので、できれば出していただいた方がいいです。でちょっと戻しそうになる場合もありますので、食事をした後にするのはちょっと控えていただいた方がいいと思います。では実際に行ってみます。これ普通のお水ですんで、これはいつ何回行っていただいても構いませんけども、あんまりやりすぎるとちょっとね、最初は喉が慣れていないと荒れてしまうかもしれないので、その辺はちょっとセーブしながらしていただいて、で私のおすすめは朝起きた時すぐですね。私の公式 LINE では今回の動画で紹介したような薬に頼ることなくご自身の自然治癒力、治る力を最大限に発揮させ、最短で健康を取り戻していただくためのセルフケアの極意をお伝えする無料講座を定期的に開講しています。快適な生活を取り戻し、ストレス時代に勝ち抜くための壮健な自律神経を手に入れたい、そのような思いがあなたにあるのなら、今のうちにぜひ私の公式 LINE に登録しておいてください。公式 LINE の登録は動画下の説明欄にリンクを貼っておりますので、そちらから登録をお願いします。そして他にもこのチャンネルでは自律神経の症状でお悩みのあなたにその改善方法、貴重な情報をできるだけ分かりやすく配信しています。ですからそういった動画を今後も見逃したくないという方はチャンネル登録とその隣のベルマークのクリックも忘れないようにしてください。また高評価もいただけると大変励みになります。はい、いかがだったでしょうか。いつもご覧いただきありがとうございます。本日は喉の詰まり感、違和感、ヒステリー級の改善方法についてお伝えしました。それでは次回の動画でお会いしましょう。